Inter FM Tokyo Music Creator 今夜のゲストは先週に引き続きタイ出身のシンガー前田凛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まいちゃんまいちゃん昨日誕生日だったんですよね。あ、そうなんです。おめでとうありがとうございます。Happy birthday Thank you 誕生日はなんかしたんですか？あ、実はですね、大好きなアーティストのライブを見ました。わー、オーロラさん知ってますか？嘘。I love Aurora. Oh really? Me too, me too. Yeah, she coming to Japan for the concert. Okay, そうなんです。行きましたじゃあ最高の誕生日じゃないですか。最高の誕生日でした。わー本当になんか浄化されました。オーロラとの音楽で。素晴らしい。はい今年1年がまたね素敵な年になるように祈っています。ありがとうございます。今日もいろいろ話を伺いたいと思います。先週は音楽、そのまいちゃんの曲とかどういう風に歌っているかとかそういうところにちょっとフォーカスしてお聞きしたんですけど、今週はプライベートなところをちょっといろいろ聞けたらとお願いします。思います。歌手活動の他にね YouTube も結構精力的にいろいろアップしてると思うんですけど、最近なんか納豆を食べてる食べれるようになりました。食べれるようになったんですね。は結構そういうねプライベートなところもなんか意識してアップしてるんですけど YouTube が多いですか今は？そうですね。きっかけは前がなんか病気になっちゃって、で声がなんか全くなくなっちゃったんで、だから歌とか練習全然できなかったので、なんとか動画撮影したいなと思って、でそのシリーズ始めました。なんかね料理したりね。そうですね、料理したり最近はね日本の料理、簡単な料理ばっかりなんですけど、チャレンジしています。最近何作りました？日本の料理、例えば生姜焼きのお魚とか。お魚の生姜焼き。生姜焼き、まあ生姜焼きっていうとなんか大体豚のねポークをみんな言うけど、でも生姜焼き魚はあんまりっしてないですか？あんまりしないけど、でも生姜焼きっていう言葉自体はとりあえずジンジャーで焼いたってことだから、別になんか it doesn't have to be pork ね。豚じゃなくても別に問題はない。美味しかった？美味しかった。なんか日本のベースのタレはなんか醤油、みりんと生姜となんだっけ、お酒、それが全部のベースなので、でいろいろ入ったりして試してみます。わあ、美味しかったんですね。美味しかったです。いいじゃないですか。しかもね納豆も食べれるようになって。そうですね、私もびっくりしました。初めて納豆を食べた時に、I was puke。It's quite strong。 気持ち悪かったけど、でもどうしてわからないんですけど、多分最近が毎日お味噌汁飲んでたから、納豆の匂いが慣れてきたんじゃないのかな。大豆に慣れてきたのだから急に食べれるようになりました。いやだってぶっちゃけ私もそんなに得意ではないというか。そうなんですか？なんかやっぱりその肌にいいとか、あと腸にいい、good for your stomach って言うから、なんか食べた方がいいってみんな言うし、なんか私の周りの美人な人は納豆好きな人多いから、食べてみようとか思うんだけどあんまりねその食べたいっていう気持ちにそこまでならないんですよね。なんかやっぱね、なんでしょうね、ネバネバちっちゃい時はなんかこうやって手に一粒一粒持ってこう食べてたらしいんだけど納豆成人みたいなやつらしいんですけどまあやっぱね味覚というのは変わるもので、キムチーズ食べてみたら美味しかった。美味しかった。でもそれはもうじゃあほぼキムチなんじゃないですか、味は。そうですね確かにそれはそうですけどでもやっぱタイ料理辛いのが多いから、辛いのは基本大丈夫なんですね。大丈夫ですね、辛い。私タイ人にと比べたらそんなに強くないですけど、でも日本の辛いのレベルなら大丈夫かなと。確かに日本ってそんな辛いものないですもんね。ないかも確かに。あとラーメンで唐辛子あるじゃないですか、パウダー。であれで辛くにしたかったんで、どれくらい入れても辛くならなくて、でなんか半分ぐらい絶対なってる入れちゃって、でお店の人が大丈夫ですかの目知ってたんですよ。それはでも辛くなかったんですよ。本当に？だから日本の唐辛子あんまり辛くないなと。私最近マーラータンが流行ってるじゃないですか。マーラーは確かに辛い。私なんか選べるんですけど辛さは、私ゼロ辛にしてます。
何のためのじゃあまだ入ってないじゃないですか。でも 0.5 でもう顔から汗吹き出ちゃうんですよ。私結構だから辛いのはね、苦手なんです。まあいいんだよ、私の味覚の話はどうでもいいんですけどちょっとその YouTube でいろいろ載っけていらっしゃる、あれってまいちゃん自分で編集してるんですか？自分で編集しました。はい、やっぱり昔のその音楽の歌ってみた動画とかも自分で編集してる？自分で編集しました。すごいですね。カバーの時もなんかビハインドシーンとかもやったりして、あれも自分で全部編集したんで、でも今の料理作る動画はそんなに難しくないので、ただカメラを置いてでなんとかランダムリでエディットしてる。いいですね。ありがとうございます。まいちゃんはお休みの日とかは何をされてるんですか？すっごいおばあちゃんっぽいに聞こえるんですけど、編みくるみを作ってます。編みくるみ？編み物？編み物。そうですね。編み物。私も最近実は帽子を編んだんですけど。本当ですか？クロシェ？Not crochet but knitting. Yes. 100均で買って、ダイソーで買って。そっか。そう。どういうものを編んでるんですか？最近できたものを昨日ばっかりできたものあるんですけど、こういうものです。すごっ。ぬいぐるみ？それで編みくるみってこういう感じ。ぬいぐるみだ。ぬいぐるみ。それはなんか綿が入ってるんですか？なんか。そうです。is like stuffed animal。綿入ってる。綿入ってます。へえ、すごっ。あと動物とかも結構作ってます。わあ、それはもう昔から好きで？昔から好きですね。私あんまりちょっと面白いですか？あんまり友達なくて。友達いない？手で友達作ってます。で日本語でこんなエピソードも持ってんの強いな、まいちゃん。すごい。そうなんだ。まあでもそりゃだって3年前に日本に来て、ね、お仕事でだって日本に来たわけですから、まだねそのお友達少ないっていうのは全然何も nothing's bad ね。すごいそれは。でもそれで作ってるんですね。じゃあ結構多いんですか？いろいろ。そうですね。20個くらいに部屋に。20個くらい。すごい。1個作るのにどれくらい時間かかるんですか？子によるんですけど、この子ならすごい可愛い。その子1週間。いけちゃうんだ。それでわー、器用なんですね、きっとね。手が器用。そうですね。器用。ちょっと待って、調べさせて。器用like you're good at doing stuff by hand. Dexterity? そんな言い方する？まあ skillful とか。でもクロシェだけ。他のものはできる。I can do knitting. Oh, but it's like isn't it like same? Like it's not kind of the same. I mean, knitting is like it's more like to focus. Oh yeah. But amigurumi is like it's clearly that it's going to be what you made. I mean, I don't know. I mean, I just cannot do knitting. It's just too the same. You keep repeating the same thing on knitting. そういうことか。確かに編み物っていうかそのニッティングはとりあえず何列も同じ穴をこの丸を作ってでまた折り返してみたいな感じだけど、その編みくるみっていうのかな、はまあもうその形が分かってて、こうやって丸く作るとかそういう感じだからってことなんですかね。そうですね。同じじゃない。そうなんだ。面白い。ちょっと今度教えてください。よかったら。ぜひぜひ。私いつも公園で編みくるみ。公園でやってるの？はい。マネージャーさんが怖い言われました。変な人みたいで。でも私も公園も好きだから。私休日に結構散歩するんで。これもおばあちゃんっぽい？なんか。でも散歩は大丈夫か。そう結構散歩が好きで、公園とかでぼーっとしてる時あるから。で日本の公園めっちゃくちゃ綺麗で。本当に？自然がなんかタイは公園とかはあるんですけど、でも日本みたいにでかいの木があんまりなくて、日本の木がシティの中でもすっごいでかくてびっくりしました。ちゃんとテイクケアしてるなと思って。自然は取り入れてますね、東京はね。そうか。へえ、面白い。じゃあ一番の趣味はじゃあその編みくるみになる？
アニメを見るの以外アニメだけ以外はアミグルミです。アニメは何が好きですか？難しい質問かも。Hard to choose. Can I say like 5? Oh yeah, sure. Say it. いつも言ってるのはハンターハンターで一番好き。ハンターか。だけど、全部見れてない。でもすっごい楽しいです。面白いですか？あとはハガレンとか。Full Metal Alchemist。I love them。もうめちゃくちゃ好き私も。コードギアスとか。ちょっとOur 時代の。Our 時代のそうね。そうか。私昔のアニメと今のアニメがなんかテイストが違いと感じてて。どう違います？今のアニメは早くて短い。短いなんかストーリーテリングが結構早い。はい。なんか13？ワンシーズン13エピソードしかないから。I know。でも昔のハンターハンター。ハンターは2バージョンあるじゃないですか。新しいバージョンもなんか今みたいに13に15エピソード1シーズン。でも昔のやつはすっごい長くて、ああいう感じのストーリーテリングが好きだったんですね、私は。わかります。今ね、そのシーズンごとでその1シーズン終わったらもうちょっと経ってまたセカンドシーズンみたいな感じだけど、それで言ったら私は名探偵コナンがすごく好きで。Do you know Detective Conan? I know. It's really famous. これはもう they're doing it for like 30 years ね。Every week 30 years で。そうだから結構好き。私もわかりますよ。そのなんかロングタームなね漫画ね。あと犬夜叉とかも好きでしたね、私。Do you know 犬夜叉？ I love 犬夜叉。Yeah, that was my favorite animation. Which team? 犬夜叉 or Setchomaru? 犬夜叉。Okay. I'm Setchomaru team. I'm sorry. そこは入れなかったか。Okay, then カゴメとキキョウだったら？カゴメはキキョウだったら？キキョウかわいそうですけど、カゴメが。そこは一緒ですね。カゴメですね。私カゴメ好きすぎて最初弓習おうか真剣に悩んだことありました。弓やんなかったけど、いや I was like 憧れてた。結構アニメに憧れて育ってきました、私も。私は We should be friends. Let's hang out. いや後で LINE 交換しちょっとじゃあもうちょっと話戻します。すいません。もう盛り上がっちゃってまいちゃんは今その日本にね3年住んでるっていうことでしたけど、タイにはどれくらいの頻度で帰ってるんですか？結構お休みとかあります？結構そうですね、書いたりしますね。1年3回くらい書いてます。よかったそれはだってタイって6時間ぐらいフライト。6時間そうですね。私家で犬3匹今2匹ですけどあって、で犬大好きで恋しくなっちゃうからよく書いたりします。いいですね。今まいちゃん以外のご家族はみんなタイに住んでいます。ご家族が日本に来ることとかもあります？私のワンマンライブ、初のワンマンライブの時に、来てくれました。どうでした？見てもらえて。うるさいって言われました。お父さんはどうしてそんなにロックの曲エキチャパン聴いてるのに、そうだよね、私の音楽をうるさいなって。絶対そんなことない。なんでだろう、なんでそう思ったんだろう。いやでもお父さんはタイ人をよく愛してるって言ったじゃないですか。でもお父さんは違います。お父さんは日本人みたいな。そうなんだ。あんまり言わない。偉いと思ってるんですけど、でももっと頑張ってっていうみたいな感じの、そういうイメージのお父さんだった。そういうエンカレッジメントするんですね。エンカレッジメント。Well, よく言えば。It's a good way to express it, but yeah. そうか、そうなんだ。でもよかった。しょっちゅう帰れてるんだね。その1年に3回は帰れてるならね。やっぱりホームシックって結構ね、もともとなりやすいですか？そんなこともない。私最初はならないかもと思ったんだけど、日本大好きだから、日本に住むと日本で働くのがもともとの夢だったんだけど、でも本当に住んでみたら思ったよりホームシックですね。やっぱりなんかそれのやっぱり文化の違いとかなんか習慣の違いとかでふと思ったりする？それもそうだし、あとはなんていうか
いっぱい動物、周りに動物いっぱいあるで育ってたから、日本では一人で初めて一人暮らしだし、なんか寂しいっていうか、そうですね、犬悲しい時にもワンちゃんと話すがよくやってたので、今は編みくるみと話してちょっと気持ちが使ってわかるわかる、それはね、私もよく今ファミリーと別々で住んでるけど、電話しますよ、しょっちゅう。電話、私もしょっちゅう電話する、ね、ホームシックに私も割となりやすいのかもしれない。やっぱ誰かと一緒にいるとね、エネルギーもらうからね、そういう存在って大事ですよね。わかりますわかります。でちょっとここで一個すごく意地悪な質問しちゃっていいですか？意地悪、何ですか？日本とタイどっちが好きですか？こんな質問したくないよいやでもどっちも好きですよね、今は日本に住んでいる時にタイに恋しいですけど、でも私新年の時に結構長くに帰った、日中20 days くらい、で1週間くらいタイに住んで日本に恋しくなりました。恋しくなったんだ、わ日本はなんかルールとか結構厳しいの国、だからタイのリラックスの雰囲気が恋しい、でもタイに戻る時にリラックスすぎてバタバタになってるからちょっとだけ日本のルールを恋しくなった。ちょっとわかるかも。渋滞とかもタイは結構大変だから、日本ではどこでも電車で早く行けるから。いや日本ってすごいですよね。ちゃんと時間通りに電車が来るってどういうこと、って思いますよね。そう、あとはすっごい時間守ってるんですね、電車、すごいなと思います。私もそのねヨーロッパに住んでたから、日本帰ってびっくりしたんですよね。なんかちゃんと電車ちゃんとこの時間に来るとか、なんかなんだろうね、すごい綺麗、街が綺麗なのもそうだし、そういう意味ではやっぱすごいですよね。あんまりゴミ箱ないのにそんなに綺麗ってすごいですね。そうそれめっちゃ思います。ヨーロッパはね、私が住んでた場所とかもゴミ箱いっぱい置いてあるからみんなそこに捨てられるわけだけど、みんなちゃんとねカバンに入れたりしてね、家まで持って帰るっていうのはなんか律儀、日本ならではですね。すごいですね。ゴミの分別も別にカルチャーショックのことです。もう一つのエピソードで話せるくらい確かにそうだ、ゴミの分別は日本はすごいよ、そうですね。ちょっとまた、長くなりそうなのでこれ後で個人的に話しましょう、いろいろ。タイ出身であり日本を拠点に活動されている前田凛さん、さらに世界に向けて活動されていると思いますが、今まではどの国で結構いろんな国でパフォーマンスしてきたんですか？そうですね、去年なら結構ヨーロッパとかも行きました。ブラジルとか、German? Yeah, I went to German. ポーランド、なんだっけ、カナダも行きました。それはなんかもうライブをしになんかフェスティバルなんですか？アニメイベントみたいな感じ参加しました。みんな反応はやっぱり本当に温かかったです。素敵で、なんか世界中のみんながこんなに日本のアニメが愛してるなんてオタクにとってとっても嬉しい、なんかいっぱい友達と遊んでるみたいな感じですね。私も2023年にドイツのマイン祭りっていうフェスティバルに行ってライブしたんですけど、みんなやっぱアニメ知ってくれてましたね。私あったかいね、本当にね。なんかドイツの人in my image は結構実画で結構真面目だけど、でもイベントの中ですっごい盛り上がってくれて、普通にオタクやん好きなものにまっすぐですよね。だからすごいシンパシーでみんななんかすごい盛り上がってくれる。楽しかったで、パワーもらいました、世界中の皆さんから。本当に今後はどのような国でパフォーマンスしたいですか？なんか行ったことない国に行きたいですね。イジプトとか。イジプト。なんかカルチャーが違う。確かに。I've been through Saudi Arabia last year. 去年。一昨年行きました。で、一番自分の国のカルチャーと違う国だったんで、いろんなことを勉強になりました。す
すごい楽しかったです。だからもっとカルチャーが違うの国に行っていろんな食べ物を試してみて、なんかあれは一番楽しいところだと思います。いいですね。カルチャーの交流ねするのはね。タイでは歌ライブしたことは結構あります？いっぱいわけじゃないですけど2回くらい、行ったりしました。そうか。じゃあご家族も来て見に来て来なかったです。そうか。それは来なかったのか。でも応援してるよっていう気持ちはもらってます。もちろんね、家族愛はねきっとね、ありますからね。そうなんだ。そうですね。なかなかねその自分じゃそのなんていうのかな行く機会ない場所で、ヨーロッパとかよくあるけど確かサウジアラビアなんてなかなかね、もちろんいい国だと思いますけど、その旅行で日本人が例えば一番最初に行くってなったら、だいたいやっぱりヨーロッパとかアメリカとかがきっと多いだろうから、そういう場所にねその自分の曲を持っていくっていうのはやっぱり一つ夢ですよね。そうですね。であとは例えばサウジアラビアならアニメを見てるっていうイメージがなんかそういうアニメを見てるのイメージの国じゃない、あんまりなかった。なので、行ってみてなんかみんな日本のアニメ見てるんだってなんか驚いて嬉しいですよね。嬉しいです。みんな何で見てるの？インターネットとかなのかな？多分インターネット。あとは王様がアニメが大好きで今は王様がアニメを広がってるっていう感じ、すっごいかっこよくて、ワンピースとか、ナルトとかそこで結構人気があります。それすごいですね。それめっちゃ嬉しいですね。そうですね。だから私がヨーロッパ行った時もテレビでねポケモンとかディジモンとか、なんかクレヨンしんちゃんとかやってて、なんかイタリア語喋ってるんですよクレヨンしんちゃんが。かっこいい。そう信じられない。しんちゃんボンジュールフレンズボンジョルノとか言って、そうもうすげえあれはかっこいいしんちゃんですね。かっこいいしんちゃんとかいるけど、でもやっぱそういうののおかげでみんな知ってね、日本の文化を知ってくれてるから、やっぱ本当こういう文化って国を超えるんだなって思いますよね。まいちゃんなんかどっかこのステージでやりたいっていう会場はあったりするんですか？目標の会場。目標の会場ですか？なんか私初めてゆえさんの大きなライブを見るのは、ゆえさんの武道館のライブだったから、武道館ってなんか結構、歴史がある場所じゃないですか。いつか武道館でやってみたいなと思います。武道館。あとは大きなところじゃないなら、なんか普通にストリートライブやりたい。ストリートライブだけどなんか丸い like everyone like come to see me in the circle and like doing this 普通にストリートライブやりたい。ストリートライブか。まいちゃんストリートライブやってたらめっちゃ集まりそうですね。そんなことないです。やったことあります？やったことあるけど、でもストリートライブのイベントでやったことあります。でも自分でギター持って自由にストリートライブやるのはまだやったことないですね。とか自分でね、できるかな？スタッフに確認しないといけない。いいですね。やる日が来たらちょっとSNS チェックさせてもらいます。そうですね。ちょっとこのオレンジヘアがいたら私だと思ってもらって一緒に歌います。一緒に歌おうか。一緒に歌いましょう。そしたら、いいですね。共演してみたいアーティストとかいらっしゃるんですか？共演なんか一緒にそうライブしたい。いや、できるかどうかわかんないですけど、いつがゆいさんと会いたい。ゆいさんね。そうコラボまでできるかどうかわかんないですけど、でも会いたくて、私がここにいるのはあなたのおかげですっていう言葉を言いたいです。わー素敵。あとは一緒にグッドバイで歌いたいなと思います。グッバイですね。本当にね、私たちの青春の曲ですからね。もう言っていくのが大事です。私もどんどん目標とか夢は口に出して、あとポストして X とかにポストして、だから自分にプレッシャーそうできないなら言ったよ。あとファンの子たちにも知ってもらって、ファンの子たちにもまいちゃんはゆいさんと一緒に歌いたいんだって知ってもらって、そしたらファンの人たちもきっと応援してくれるから、ちょっと2025年はいっぱい言っていきましょう。わかりました。言っていきましょうね。はい
まいちゃんその日本そのいろんな国でライブ今までそのしてきたってさっきおっしゃってましたけど、日本でのライブと他の国でのライブでなんか違いってありますか？あります。何があります？国によるんですけど、でも日本のファンはあんまり一緒に歌わないじゃないですか。でも逆に海外で行ったら自分の声聞こえないくらい歌ってくれていや面白いですよね。面白いですね。その差すごいありますよね。すごいあります。特にヨーロッパ、アメリカ、ヨーロッパ、ブラジルとか、なんか結構ワイワイの、お客さんの国ならすっごい歌ってくれて、私歌わなくてもいないのかなと思ってマイクをね、みんなに向ければね、みんな歌ってくれるからね。そうですね。でも楽しいですね。そういう。でも日本のバージョンも楽しい。なんかこっちの方も私の生の声を聞きたいから、静かにしてる、ちゃんと聞いてくれていると感じているから、どっちも好きですけど、でもやっぱりなんか雰囲気感じが違いますね。多分きっとまあ国民その国のね性格とかもあるのかもしれないけど、日本には多分そのちゃんと聞くっていうことがそのなんかもらったエナジーをその聞くことで返すじゃないけど、であとまあだから手拍子とかねクラップしたりとか、手上げたりとか、そういうそのなんかアティチュードが多分多いと思うけど、やっぱりこちらのムービー見てたりとか、その他のテレビ見ててもやっぱりみんな基本歌ってますもんね。そうですね。自分の言語じゃなくてもみんな歌ってるっていうのがまたすごいですよね。たまに意味わからなくても歌詞を覚えてくれて、で歌えるってすごい嬉しい。でも日本の方がリズムが上手と感じてます。本当においおいのリズムとかペンライトの、振り方とか、海外なら結構リズム結構潰れちゃう時が多いですけど、日本人はすっごいリズム上手だなと思って、みんなミュージシャンだと思っちゃいます。そうなんだ。そもそもペンライトの文化って日本、多分日本かなんですかね。多分確かにアイドルとかから来てるのかな。なんかいろんなやり方があるんですね。こういう感じとかこういう感じとかそれなんて言うんだっけこれ、UFO おたけこれはもう日本独特ですよね。そうですね。あとはなんか私の曲はまだないんですけど、でも他のアーティストさんの曲はなんかパターンがあるじゃないですか。で、ファンの皆さんが同じパターン覚えて、あれはどこで覚えた、なんか自然で分かるのかな。確かにね。どっからその情報を得ているんでしょうね。あれはなんかルールとか本がありますか？私もないかも。やり方分かりたい。自分の曲でもアダプテーションしてみたいから。確かにね。なんかでもやっぱりティオリーあるかな。いろんな今までのそのロックだったりのその歴史って言ったらあれですけど、いろんなロックバンド、日本のロックバンドがやってきた型みたいなのがあるんでしょうね。そういうなんか決まったパターンがあって、この曲調でこのビートならこれでしょみたいな、多分そういうところから始まってるんですかね。そうなんだ。ちょっとちゃんと分かんないからうまいこと言えないけどもっともっと調べてみます。でもなんか逆に言ったら、その舞ちゃんがこうしてほしいみたいなのがあったら、それをね、もう言ったりとか一緒にやっちゃえばみんなやってくれると思う。あと最近は K-POP の文化であるんですけど、応援動画って言って、なんかそのアイドルの皆さんがその MV とかその曲を流しながら、ここでこう言ってっていうなんか教えてもらう。そうなんか曲でランランって言ったらその後にランランみたいな、そういう動画をパッケージでも出してて、でこれを一緒にそのライブでやってねって言って YouTube とかに載っけてるので、そっちの方が分かりやすいですね。みんなだからね、そうライブ来る前にこれ見て予習しといてねって、見といてチェックしといてねっていう、そういうやり方もあるから、もしかしたらやってみるかもしれません。こんなちょっと Tips みたいな感じになっちゃいましたけど、ありがとうございます。やってみます。やってみてください。まいちゃん、今後の展望をちょっと最後に聞きたいです。どんなアーティストになっていきたいですか？いやこの
この質問で難しいですね、私本当に言うとそんなにそこまでわからない。私はもちろんアニソンシンガーの仕事、今の自分がいろんな improvement、I have to improve myself a lot. I'm not perfect. So all I like to do every day is to be happy every day and to be present, to be do everything in the present, like the best I can do. まだまだいろいろね。なんか未来のことはまだわからないから、でも今目の前にあるその改善したいところをその個人的に一個ずつ見てやっていきたいで、ハッピーになっていきたいっていうこと。そうですね。あとは今はアニソンシンガーという夢が叶ったけど、でもそれで終わるわけじゃないから、その夢を守る、続けていきたいなと思います。もっといろんなアニメの曲歌ったりとか、この世界がまだすっごい広いから、アニメの世界、アニソンの世界、まだやったことないことをやっていきたいなと思います。素晴らしい。2025年もちょっといろいろワクワクすることがじゃあ多いですかね、きっと今年は。そうですね。なんかいい年になりますように、いっぱい仕事ください。お待ちしてます。はい、皆さんお待ちしてます。じゃあまいちゃん、最後にファンの方にメッセージがもしあったら、ぜひここで伝えてください。そうですね。今日はまずは読んでもらって本当にありがとうございます。初めましての方も結構いっぱいいらっしゃると思いますので、これからよかったらマイデリンという名前覚えてくれて、音楽とかチェックしてもらえたら嬉しいです。そしてこれからもマイデリンのこと応援よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。まいちゃん、ちょっとねたくさんお話を聞いてきたんですけれども、もうお時間が来てしまったということで、ここで終えなきゃいけないそうなのでまいちゃんどうでした今日のラジオは。いや本当に楽しいです。なんか Vibe you really relax me、honestly really I feel like talking with friends。 いやもうそうなってほしかったから本当に楽しかったです。ありがとうございました。今日なんか最後にお知らせがもしまいちゃんの方からあったらぜひここで。そうですね、私は今年なくて今月ライブがあります。日比谷オクロチっていう場所でストリートライブをやります。ストリートライブ。これは一人じゃなくて、もうトーディレイナさんとリュウさん、3人でストリートライブやりますので、よかったら来てください。2月28日に。2月28日、詳しくは私の X とスタッフ X で確認してください。はい、皆さんチェックお願いします。はい、ということでゲストはアーティストのマインダリンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ขอบคุณค่ะ